みんな、こんにちはなのだ。ずんだもんが、今日もアルゼンチンのニュースをナビゲートしていくのだ。今回は、全部で3つのニュースをピックアップしているのだけど、まず最初にお届けする一押しニュースは、元大統領の健康状態についてなのだ。アルゼンチンの元大統領、クリスティナ・フェルナンデス・キルチネル氏が、ブエノスアイレス市の自宅で服役中に腹痛を訴えて、法の許可を得た上で、バルバネラ地区のオタメンディ病院に緊急搬送されたのだ。検査の結果は、虫垂炎による局所的な腹膜炎、腹腔鏡手術を受けたものの、術後の合併症はなく、順調に回復していると発表されたのだ。72歳の彼女は、公共事業をめぐる汚職事件で有罪判決を受けていて、6年の刑期と終身の公職追放処分が課されているため、自宅軟禁中なのだ。病院にはペロン派の政治家たちが駆けつけ、外では支持者たちが徹夜で見守りを続ける一方で、ミレイ大統領ら政敵は、私立病院を利用していると批判する投稿を行うなど、今回の入院をきっかけに、国内での政治的な論争も再び熱を帯びてきているのだ。それでは、ニュースの詳細を順番に見ていくのだ。アルゼンチンは南アメリカ南部に位置し、首都はブエノスアイレスなのだ。スペイン植民地を経て1816年に独立し、連邦制の大統領共和国として政が行われているのだ。人口は約4600万人で、牛肉や大豆、ワインなど農業と資源、香料が主要産業なのだ。田んぼやサッカー、マテ茶といった文化が豊かで、近年は高インフレやバカミュータの資源開発が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。元大統領の健康状態という記事なのだ。アルゼンチンの元大統領クリスティナ・フェルナンデス・キルチネル氏がブエノスアイレス市の自宅での服役中に腹痛を訴え、法の許可を得てバルバネラ地区のオタメンディ病院に緊急搬送されたのだ。検査の結果、虫垂炎による局所的な腹膜炎と診断され、腹腔鏡手術を受けたのだ。病院によると術後合併症はなく、順調に回復しているのだ。72歳の彼女は公共事業汚職での有罪判決により、6年の刑期と終身の公職追放処分を受け、自宅軟禁中なのだ。病院にはペロン派の政治家らが駆けつけ、支持者も外で徹夜の見守りを行った一方、ミレイ大統領ら政敵は私立病院利用を批判する投稿を行うなど、政治的論争も再燃しているのだ。ずんだもん、政治と資源、貿易が交錯するアルゼンチンに注目なのだ。元大統領の療養とメルコスールの対立が今後の焦点なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。